こんにちは、秘密基地モータースの田本です。で、今回なんですけれども、こちらの電動インパクトレンチですね、今のアカウントで初めて動画出したのがこのインパクトレンチでした。で、使用期間は4年と2ヶ月でとうとう動かなくなりました。で、当時ね1万5000円6000円ぐらいで買ったと思います。すごくねこれねバランス良くて使いやすくてトルクもあってすごい重宝しました。4年長いのか短いのかは分かりません。ただね利用頻度的にはサンデーメカニック以上プロ未満的なね、使われ方しました。で最後の方はねこのインパクトの前に、エアインパクトの方がなんちゃらハンマーっていうのが中に入ってるらしくって、そこがねじ切れました。でねそのインパクトも GTR のねエアフロー貸してくれたやつがもう十何年前かにですねもう使わなくなったからこれあげるって言われてもらったものを使ってたんですね。でまあそれが壊れて当然ねエアインパクトがねなくなった都合上この電動インパクトの利用頻度も飛躍的に増えました。でまあその前からねちょっとこうスイッチの具合もねあんまり良くなかったりしてたんですけど、まあここもちょっとガクガクしてます。そう考えるとね4年という年月長いと感じるか短いと感じるか、スナップオンなんかのねこういう電動インパクトなんかだったら4年じゃ確かに壊れないとは思います。ただ値段考えるとね、3倍ぐらいしますんで、ってことはこれ3倍ってことは12年使ってたら多分もっとねいいやつがどんどん出てくると思うんで、まあどうなんですかね、その辺の感じ方は、見てらっしゃる方次第だとは思うんですが、個人的にはまあよく頑張ってくれたかなと。利用頻度の方もねかなりありましたし、もうこの辺なんかもねベロベロで剥がれちゃってます。ここら辺も剥がれてますし、ただまだバッテリーの方がね優秀で未だに多少のトルク落ちは感じるんですが、まあそれでもね、通常使用には支障のないレベルでした。ただもうとうとうねこれいっちゃってどっちにやってもね動かなくなっちゃったんで仕方なく買い替えました。この商品が 18V で最大トルクが 20kg 200ニュートンですかだったんで、あればねもっといいの欲しいなっていうのもあったんですけど、そんな中でね 21V320 ニュートンとかっていう商品が1万2000円ぐらいでありました。でそれを買ったんですが、使ってみたところ最大締め付けトルク160ニュートンが目いっぱいでした。でもう180ニュートンでね締めたボルトは緩みませんでした。なんで、大変申し訳ないんですけれどもそちらの方は返品させていただきました。で本当はねそれ動画にも撮ってダメだこれ全然使えねえっていう動画も作ったんですけれども、まああんまりねそういう批判的な動画さらして販売してる人に迷惑かけてもとも思うし、ただそんな320ニュートンで歌ってんのにそんな弱いねインパクトをそのまま販売してもらっても困るかなとも思ったんで、どうしようか今公開の方は迷ってるんですけれども、まあとりあえずまあ後半でちょろっとお見せしてもいいかなって考えながら今やってます。でまあとりあえずねそれは返品させていただいて、買い直した商品がこちらですね、同じ高木メーカー、これとね同じメーカーです。でそれのこれもこれでまだ現行品型落ち品として売ってたんですけど、それはまだ1万5000円ぐらいでした。でその 21V 買った時はまだこれ1万6000円でした。で、その 21V 買って翌々日ぐらいかな見たらこれいきなり1万2000円台まで値下がりしてたんでちょっと悔しいなとは思ったんですけれども、まあ 21V のね歌ってるトルク数も320ニュートンなんでねでかいんでそれで、やっていこうと思ったんですけれども、まあ結果返品してこれをね1万2000円でゲットしました。じゃあとりあえずね中開けてきます。でちなみにこれ写真は紙で貼ってあるだけなんで剥がせます。まあ、いらないんで剥がします。もうこれは信じて返品はないと信じて
剥がしちゃいます。じゃあこれですね。前回と同じです。同じでもないか。こっちのね Q タイプと同じメーカーでバッテリーの容量が上がってますね。これバッテリーの容量が 3.0 アンペア 3.0AH、リチウムイオンです。でこんな感じですね。もう側ほとんど一緒です。ただ電池が若干ねやっぱりでかい分重いです。なんでこれ電池多分互換性あると思ってこれ使えると思います。 19mm と 21mm だけだよねですね。これが入ってます。でこれねどこに入れたっけな、ここか。こんな感じでね、ここのケースのこの中に入ります。多分輸送の最中外れてその辺転がってました。いいな、全然ちげえ。トルク感全然違いますね。でやっぱりこれはまだブラシレスになってません。でそのもう一個買ったね 21V ブラシレスっていうことで買ったんですけども、この空回しした時のこのトルク感、入力トルクでグンってなるこの感じがもうまるでなかったんで、いや320ニュートンはねえだろうっていう感想でした。一番最初に触った時で、これはそのまんまね、変わってません。200ニュートンです。これ200ニュートンなんだからな、絶対あれは嘘だったんですけど、160ニュートンしか緩みませんでした。今回はねそれで買い直したのがこれだったんで、こちらの方の紹介になります。もうとにかくね高木さんごめんなさい、もう浮気しません。多分充電パックがあって、で今回のこの新しい方の電池はここに USB ついてて、ここからね USB でこの電池単体で普通の電池パックにもなるよと、携帯電話とかも充電できるよっていう感じですね。でお尻に今言ってたこれが、ここがね USB 差し込みで、ここに電池の残量ですかね、こうやると出ます。満タンですね。えらい。個人的にはねこれ職人さんがねよく腰ベルトに引っ掛けるようなやつなんですけど、私は逆にこれ邪魔になっちゃうんでこれは外します。というわけで、これ買ってみました。じゃあ外行ってね、初めてやった時と同じような状況でやってみたいと思います。ただ今回は声も入ってますし、もうちょっとマシなね商品紹介できるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ検証するんですけど、これ前回紹介した電子トルクレンチですね。でこれを120ニュートン、これで締め付けます。こんな感じでね今締め付けたんで120ニュートン、これが緩むかどうかですね。とりあえずここの2本になります。じゃあこれ緩むかやってみます。余裕ですね、余裕です。じゃあ続いてね、200ニュートンで締めたのが緩むのかどうか試してみたいと思います。でちょっとホイールナットをね200ニュートンで締め付ける勇気はないので、ここのセンターハブこれで試してみたいと思います。まず緩めなきゃダメか。実際はここ200ニュートンじゃないですからね。はい、200ニュートンです。じゃあこれで締め付けて緩むのかなよっ。今ねちょっとオーバートルクで207ニュートンです。じゃあこれが緩むかやってみます。で電池の残量がね今ね青いところが消えちゃいましたね。ちょっと残量が足りないか。言い訳いくよ。閉めた。緩んだ。すげえ緩みました。バッチリです。
でさっき話してた、21V320 ニュートン同じ内容でやってみました。でその時は160ニュートンまでね、ここ締め付けトルク弱めてやってようやく緩む、そんな感じですね。でこれはもう今見ていただいた通り200ニュートンで締め付けて、それが緩むかやってみました。でバッテリーもねフルマンじゃなかったんでしょうね。でまあよいしょ、こんな感じで今黄色いランプです。その状態でも緩みました。ただモーター、だいぶ熱持ってますね。しょうがない、全然いい、すごい。ということで掛け値なしで200ニュートン出ました。ただねここ白いのがね、実際はグレーなんですけど、これ自分みたいな使い方してると確実に汚れます。で汚れが目立ちます。真っ黒だとね全然汚れ目立たないでいいんですけど、まあどんどん使い込んでいくうちにこの辺真っ黒になってるでしょう。というわけでこちら高木の 18V の最大トルク200ニュートンっていう電動インパクトレンジでした。これマジおすすめです。浮気してごめんなさいということで今回は以上となります。では20ニュートンです。これでね締め付けて実際緩むかどうかやってみます。まあ32キロは無理にしてもね20キロ緩めてくれれば合格かな。はい、20キロ締めました。さあこれ緩むかな。ではいきます。全然緩まない。ダメだこれ。20キロ緩まないってちょっとないでしょ、さすがに。32キロ歌ってんだから。じゃあ何キロまでだったら緩むのか。今ね18ニュートンにしてみました。18でも緩まねえんじゃねえのこれ。ちなみにバッテリーの容量はバッチリまだ満タン。じゃあいきます。18キロ。はい、びくともしない。なんだこりゃ。20、18、ここ16です。16キロ。せめて半分ぐらいは緩んでくんねえとね。おいった。いやダメっしょ、16キロって32キロなのに。残念ながら返品対象です。ちょっと汚れちゃったんでね、綺麗にして、せめて綺麗にして返したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。